皆さん今日もようお参りくださいました。ありがとうございます。この法話をですね、インターネットで配信するようにしてからですね、いろいろな反響をいただいてます。で、やはり嬉しいのはですね、この法話を見て実際に須磨寺に来ましたと言って会いに来てくださる方も中にはおられるんですね。で、先日は大阪から、看護師をされている方がご自身が入院をされていて、入院中にこの動画を見てくださって、で退院して会いに来てくださったこともありました。ですごく嬉しい出会いがあるわけですけれども、印象に残った出会いがつい先日ありました。私がですね、この法話を生きているだけで十分という法話を配信したんですね。そうしましたら、その動画のですね、コメント欄にこのようなことが書かれていたんです。生きている意味が分かりません。ここ数ヶ月人生を終わろうと、そういうことばかり考えてしまいます。そんなコメントが書いてあったんですね。これは大変なことだと思いまして、すぐに返信をいたしました。一人で悩んでいてはどんどん辛くなってしまいます。もしお時間あれば須磨寺までお越しになりませんかと返信をしたんですね。そうしましたら、その方は京都の方だったんですが、実際に車に乗ってこの須磨寺に来てくださいました。何も約束はしていなかったんですけれども、たまたま私もその時時間が空いておりまして、ゆっくりお話を聞くことができました。で、お話を聞きますと、幼少期から虐待を受けていたお話であったり、あるいは今の職場で嫌がらせを受けたり、いじめにあったりしている。そして自分のことを責めて死にたい、そんなことを思う毎日だっていうことをおっしゃっていたんですね。で、そういう辛いお話を聞くとですね、もうどんな言葉も安っぽく感じられてしまって、何ももうただただ話を聞くばかりで何もお答えすることはできなかったんですけれども、このごま堂にご案内してですね、一心に般若心経、太鼓を叩いてお唱えして、そして釈除を持って体を加持してですね、辛い時はまたいつでも来てくださいっていうことだけお伝えして、その日はお帰りいただきました。で、その方が帰られた後に思ったんですけれども、そういった悩み、死にたい、辛い悩みを抱えた人、すごく多いんじゃないかなと思うんですね。まだ日本には1年間で2万人に及ぶとも言われる自殺者があります。それは経済的な理由、さまざまな理由があるかもしれませんが、少なからず心の病気ですね。心が病んでしまって辛くて自殺を選んでしまう、そういう人も多いと思うんです。で、そういった方の共通点は何かっていうことを考えたときに、大きく言えばですね、それは自分のことを愛する、その心を失ってしまったということじゃないかなと思うんですね。その来ていただいた方も同じでしたけれども、いじめに遭うこととか嫌がらせを受けることをですね、自分がダメな人間だからそうやっていじめを受けるんだとか、すべての原因を自分に向けてしまうんですね。自分がダメだからこういう結果なんだ。で、そうするとですね、自分を責めれば責めるほど自分を傷つけて立ち直れなくなっていくんですね。で、この自分を愛する心っていうのはどうやったら育むことができるのか、これすごく難しいことだなと思うんですけれども、一つの方法としてですね、私が思うのは、一日の最後、寝る前で結構です。最後に自分を認める時間を作るっていうことが大切じゃないかなって思うんですね。
で、私もよくあるんですけれども、なんかこう自分のその日一日終わるときにですね、できなかったこととか失敗したことばっかりこう頭に浮かぶんですね。あれもしてないとか、これもしてない、ものすごい時間に追われて焦って、その焦ったままで寝て、また嫌な気持ちで朝を迎えてしまうということがたびたびあるんですけれども、そのできなかったこととか失敗したことは寝る前はちょっと置いといてですね、できたことに目を向ける時間を作るっていうことは大切なのかなと思うんですね。それは何も大それたことじゃなくていいんです。本当に日常にありふれたことでいいと思います。例えば今日早起きができたとか、あるいは買い物に行けたとか、今日は買い物、そして掃除ができたとか、何でもいいんですね。それは皆さんにとってとってみれば毎日のありふれた日常そのもので、そんなやったことっていうふうにあえて認めるようなことじゃないかもしれないですけれども、それでもいいんです。ちゃんとご飯が作れたとか、何でもいいんです。その何かできたこと、やったことというのを自分で自分を認める時間っていうのはすごく大切なことで、それを続けていく、習慣化していくことによって少しずつ自分を愛する心っていうのは培われていくんじゃないかなと思うんですね。で、その悩みを打ち明けに来てくださった方もおっしゃってましたが、生きている意味がわからないっていうこともおっしゃってたんですね。で、私思うんですけれども、生きている意味を考えるのは、もしくは考えたいのは人間だけじゃないかなと思うんですね。例えばですけれども、猫や犬がですね、なんで俺は生まれてきたんだろうとかですね、あるいは何のために俺は生きてるんだろうって絶対考えてないと思うんですね。毎日毎日、ただ生きてるわけですよ。その生きていること自体のそれ以上の意味を求めないですね。でも人間はなんで私は生まれてきたんだろうかとか、なぜ今私は生きているのかっていう理由を求めたがるんですね。でももともと人間も同じ動物ですよね。生きているっていう意味があるわけですね。生きているということが意味なんです。それ以上の意味を求めなくてもいいんじゃないかなって思うんですね。生きている、それ自体が意味であるということを感じるということが大事じゃないかなと思います。で、もう何度もご紹介してますけれども、私の好きな吉野博さんの詩をですね、もう一度またご紹介したいんですが、今日ご紹介する詩はですね、七子にという詩です。ではご紹介します。赤いリンゴの穂をして眠っている七子。お前のお母さんの頬の赤さはそっくり。七子の方に行ってしまって、一頃のお母さんの艶やかな方は少し青ざめた。お父さんにもちょっと酸っぱい思いが増えた。唐突だが七子、お父さんはお前に多くを期待しないだろう。人が他からの期待に応えようとしてどんなに自分をダメにしてしまうか、お父さんははっきり知ってしまったから。お父さんがお前にあげたいものは健康と自分を愛する心だ。人が人でなくなるのは自分を愛することをやめるときだ。自分を愛することをやめるとき、人は人を愛することをやめ、世界を見失ってしまう。自分があるとき、人があり、世界がある。お父さんにもお母さんにも酸っぱい苦労が増えた。苦労は今はお前にあげられない。お前にあげたいものは香りの良い健康と勝ち取るに難しく育むに難しい自分を愛する心だっていう詩なんです。
自分を愛する心、これがいかに勝ち取ることが難しいかっていうことをこの詩の中で吉野さんもおっしゃってるんですね。それは日々の生活の中で自分を認める時間を作るっていうことが私は一つの方法だと思ってます。皆さんもぜひそういったことを心がけていただけたらありがたく思います。今日もご清聴ありがとうございました。4割でございました。